どうもこんばんは。あおさんの休日のあおさんです。今日は自宅にいる熱帯魚に与えている餌、あとは餌やり風景もお届けしようと思って撮影をしております。前にもちらっと見せたことはあるんですけども、冷凍アカムシや、その他餌が、種類すごいたくさんありますので、そちらの方をすべて、中身とともにお届けできればなと思っておりますので、どうか最後までご視聴ください。それでは行きます。それではまずメインで与えている餌を紹介しようと思います。こちらの小型熱帯魚の主食テトラプランクトン、こちらの方をいつも熱帯魚のメインであげております。前にも軽く触れましたけど、もう相当量が少ないです。かなり小粒の超ちっちゃいフレーク状、フレークではないですかね。でもこういうサラサラとした小さい粒の餌、これがいつもメインであげている餌になります。また餌やり風景も後ほど出しますので、そちらの方で見ていただければと思います。次はこちら、フリーズドライ天然飼料、ビタミン赤虫、光の商品ですね。こちらの方が冷凍ではなくて乾燥している赤虫になります。これ食べない熱帯魚も中にはいるんですけど、基本的にはネオンテトラやカージナルテトラはこちらの方を好んでよく食べてくれております。普段冷凍アカムシばっかりあげていると、値段が少し高いんで、こちら食べていただければすごい助かりますね。乾燥アカムシは比較的安価に手に入るご飯になります。と、こちらがテトラコリドラス。コリドラスのための、通称コリタブと言われている餌になります。このような感じの粒になっていて、これをコリドラスが食べます。ちょっと食べてるシーン、今日あんまり最近ね、こちら食べてくれないんですよね。なのでちょっと1粒2粒ぐらい入れてはみようと思いますけど、もしかしたら食べないかもしれません。
とはこちらも前回軽く触れた魚ご飯。こちらの魚ご飯は最近コリドラスにメインで揚げているご飯になります。ちょっと大きめの丸粒のご飯ですね。コリドラスの口にちょうどよく入るような大きさのご飯になっていて、これも量がかなり少なくなっているので、最近新しいものをまた購入いたしました。で、これとはまた別にさらに小粒になったこのタイプもありますので、今日はこちらの方も開けて、熱帯魚の与えてみようかなと思っております。今開けようか。もう開けちゃいましょう。初めて見ます、中に。ちっちゃいね。これがちっちゃいね。なるほど。ちょっと分かりにくいですけど、テトラプランクトンとは違って全部丸粒で入っている感じですね。これテトラとかよく食べそうですね。なんていうんやろな、かっぱえびせみたいな匂いします。
はもう現状あげてはいませんけど、こちらの光沼エビ、昔南沼エビがあまり増えてくれなかった頃がありまして、その時にもっと増えてほしいなと思って購入したエビの餌ですね。これ分かりますかね。エビがつかみやすいような形をしている、ちょっと円柱状とでもいいんですかね、こういう粒を中に入れるとエビがこれを一粒抱えてずっともぐもぐ食べるっていうご飯です。去年の冬ぐらいまでには、こちらの沼エビをビオトープの方にも入れておりました。最近あまり使っていないのでそろそろやばいかもしれません。もしかしたら廃棄する可能性もあります。最後はこちらのブラインシュリンプ X。 これは中にこういう風なさっきの餌で見たようなちっちゃい丸がたくさん入ってて、それがねブラインシュリンプという、エビの卵ですかね。でこのエビの卵を塩が入った水の中で育てることによって餌になります。あんまり近くに行くとピンボケしてしまうんですけど、わかりますかね。ちっちゃいエビの仲間みたいなのが、孵化して中泳いでるんですけど、一つまみの塩の中に水を入れて、この卵を入れたらだいたい24時間ぐらいでこのエビが孵化するので、この孵化したエビをスポイトで取って、塩分をろ過して水槽の中に入れて与えてます。こちらは少し前まではコリドラス3の赤ちゃんにメインとしてあげていたご飯なんですけど、天然の餌なので非常にこちら栄養価が高いご飯になっているので、今まだたくさん残っているので、ネオンテトラとか、メイン水槽の方にもたまにあげているご飯になります。わかりますかこれ。こいつをずっと飼っているとこれになるらしいです。海水じゃないと育てれないので、メイン水槽の中で大きくなるということはまずありえないとは思います。こちらの方も今日与えていこうと思っております。どうしても可愛いので結構多くあげがちになっていますけど、本当に長く生きてほしいと思っているので、あげすぎには要注意ですね。これからアクアリウムも始められる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、ご飯のあげすぎ、どれだけ可愛くてもあげすぎには注意しましょう。以上、あおさんの休日でした。ご視聴ありがとうございました。